皆さんこんにちは、沖野です。今回はアンダーウェアのルックブック第6弾ということで、アンダーウェアを4枚紹介していこうと思うんですけれども、今回はちょっと裏テーマというか、こういうくくりで揃えましたみたいなところを自分的にちょっと意識しているところがあるので、ぜひね、4枚の共通項をちょっと考えながら見ていただくのも面白いのかなと。それでは、どうぞ。一つ目はポール・スミスのトランクスになります。皆さんトランクスってそもそも知らない世代もいるのかな？ 30 代半ばぐらいまでは多分履いてたと思うんですけど、今の20代ってもしかしてトランクス履いてないよ、履いたことないよっていう人もいるのかもしれないんですけど、見ていただいたらわかる通り、もうこうガバガバですよ。自分自身トランクスを履くっていうのが多分10年ぶりぐらいだと思うんですよね。結構久々でどんな履き心地かなっていうのがすごい気になってます。一応カラーバリエーションとしてはピンクになってるんですけど、ちょっと紫がかったピンクにちょっとこう黒っぽいのと赤っぽいピンクっぽいちっちゃいハートが散りばめられてるっていう。履いてみないとちょっとわかんないんですけど、これ M サイズ、こんなに大きかったっけっていう、丈感がもうちょっとこうぐらい短いイメージ、トランクス。そういうイメージだったんですけど、じゃあ早速履いていきたいと思います。はい、ということで1枚目、とりあえずくるっと一周します。こんな感じです。どうですか？最近トランクス履かない人とか、なんだったら人が履いてるの見たことない人も若い人だといるんじゃないかっていうぐらい結構絶滅危惧種に近いかなと思ったんですけど、今回これは新宿の伊勢丹メンズ館で買ったんですけど、見てみるとね、意外とまだトランクスコーナーそれなりにあって、やっぱ履いてる人がいるんだなっていうのは改めて感じたんですけど、とりあえず履いてみた感想としては、やっぱりちょっとこう、無防備な感じというか、最近だとボクサータイプのパンツを履くことが多いので、こうピチッとこう、フィットしてる状態っていうのが普通なので、スースーする感じがありますね。ちなみにこれちょっとさっき試したんですけど、意外と出そうで出ない。ちゃんと足上げても、なんか出ないようになってるみたいで、はい。横から足を上げるとこんな感じです。大丈夫そうです。家の中で別にポロリしてもいいんですけど、一応そのあたりはちゃんと出ないようになってるみたいですね。トランクス10年前ぐらいまで多分ちょこちょこ履いてたんですけど、気づいたらもう全く履かなくなってて、やっぱちょっとね、丈感が結構長い気がする。昔はなんかこのぐらい、正面から見ると多分このぐらいかな。だった気がするんですけど、結構長めのやつが主流なんですかね。この1枚だけだと何とも言えないですけど、長いなっていう風に思いました。スースーする感じに違和感がある人もいるかもしれないんですけど、楽かどうかで言ったら多分楽だと思います。それでは続いて2枚目のパンツ紹介していきたいと思います。続いて2枚目は、じゃん。これはね、エンポリオ・アルマーニのトランクスっていう。自分の中でエンポリオ・アルマーニってなんか白のブリーフとか、そっちのイメージがすごい強くて、去年のアンダーウェアのルックブックでもエンポリオ・アルマーニのブリーフ履いたんですけど、今回またトランクスを見つけたので、チョイスしてみました。見ての通りブラック。で、この柄わかりますか？このクマがね、メガネをかけているっていうイラストが散りばめられてて、その間にまたハートがあるんですよ。で、さっきのと比べると、ややね、サイズ感的には、ちょっとタイトな気がしますけど、それでもやっぱり昔履いてたトランクスってこういうもんだよねっていうイメージに比べると、ちょっとやっぱりこう、丈感とかかなりゆったりな印象がありますね。ちなみに2枚を重ねるとこんな感じで、ポール・スミスの方がやや横に広くて、縦に関しても少しね、下からはみ出るぐらいの、誤差っちゃ誤差ですけど、ちょっとやっぱり大きい気がします。じゃあ早速、このトランクスも履いてみたいと思います。はい、ということで、2枚目のパンツ履いてみました。とりあえずまた一周してみます。1枚目と同じくトランクスなんですけど、履き心地としては、さっきの方が、やっぱりちょっと丈が長くて、この辺の空気感というか、よりスースーしてた感じがするんですけど、こっちの方が少しフィットしてる感じは、ちょっと強いかなと思います。そんな苦しいとかではないですけど。これもトランクス自体結構久々に履くのは同じなので、若干ちょっと無防備な感じというか、慣れるまで落ち着かないんだろうなっていう感じはするんですけど、その分軽くて楽かなっていう感じはします。これもちょっと足上げチェックしときましょうか。
こんな感じですね。ちょっとこっちの方がなんか不安かも。丈が短い分。横から見るとこんな感じですね。意外と大丈夫っぽいです。今回紹介した2枚とも比較的多分長めの方かなと思うんですよね。多分もっと短い、本当になんか昔履いてたのって多分本当こういう感じだった気がするので、結構ね、これより何センチか短かったような気がします。続けて2枚トランクスご紹介したんですけれども、3枚目はボクサータイプのパンツを紹介したいと思います。続いて3枚目は、じゃん、トゥートのボクサータイプのパンツです。これもハートがね、散りばめられてるんですけど、3色。青とピンクとオレンジかな。まあベースは白なんですけど、腰ゴムがブルーっていうところでちょっと爽やかな感じで、今真冬なんですけど、今後ちょっとこう春夏に向けてもなんか履きやすいようなイメージがありますね。ちょっと発売されたのがいつかわからないんですけど、気になったのでこれを買ってみました。トゥートはあえて説明する必要もないと思うんですけど、割とこうゲイパンツって言われることが多くて、ゲイ向けにおそらくブランドとしても考えて作ってるし、今回の生地としては結構ツルツル系の生地ですね。履き心地が良さそうな気がします。トゥートはね、何気に皆勤賞じゃないかな。多分ほぼ毎回出てきてるんですけど、今回はこういうのをちょっと選んでみましたので、早速履いていきたいと思います。はい、ということで3枚目履いてみました。やっぱりなんか今トランクスずっと履いてたので、かなりこうピチーみたいな感じがすごいするんですけれども、一旦ね、また横からと後ろからもお見せしたいと思います。こんな感じですが、いかがでしょうか。トゥートは本当に結構安定。履き心地がまずいいんですよね。なんかピチッとしてるんだけど苦しくなくて、今回このハートがあってね、なんだろうな。結構形としてはだいぶセクシー寄りなブランドだと思うんですけど、ここのなんか柄とか色でだいぶポップに仕上げてくれてるなっていうのがありますね。あと今回ちょっと色が白なので、ちょっと透けてるかもしれない。透けてたらちょっと何らかの処理がここにされてると思うんですけど、なので透けるのが嫌な人は確かに他にも色あったと思うので、このハート柄のもの、好みとかに合わせて色は選んでもらうのがいいかなと思います。でも個人的に白いパンツは結構好きです。ちなみによくこういうパンツを履くとなんか大きそうですねみたいなセクハラコメントが大体つくんですけど、これパンツの性能のおかげでそういう風に見えてるだけで、なので、見栄を張りたい人にもいいかもしれないですね。結構最近ブランドによってはそういうところをこう、誇張して見せてくれる、パンツ結構あると思うので、トゥートはね、その筆頭かなっていう感じがします。でもこれね、機能としても多分意味あるんですよ。ここに多分熱がこもらないようにっていうのもあって、外にこう出てる、押し出されるようになってるっていうね。見た目とね、機能性が備わったトゥートのパンツ、いかがでしょうか。今回ラストの4枚目はこちらです。じゃん。これどこのなんだろう。実は自分で買ったものじゃなくて、以前視聴者さんに送っていただいたものの一つなんです。で、もうここまででお気づきの方もいるかなと思うんですけど、今回のアンダーウェア4枚の共通項というか裏テーマはハートでした。なのでこれにもね、ハートがたくさんあるんですけど、今回トランクス2枚とボクサー1枚だったので、ちょっとこういう、これビキニになる、これブリーフになるのかな、ちょっとその境目よくわかんないんですけど、こういう形のものも他になかったので、ちょっと1枚チョイスしてみました。ちょっと一番際どそうなんですけれども、これも早速履いてみたいと思います。はい、ということで、本日ラスト4枚目のパンツ履いてみましたが、いかがでしょうか。やっぱりちょっとこれは一番過激というか、なかなか日常で正直こういうの履かないんですけれども、とりあえずまた一周してみたいと思います。もうこれは、見ていただいた通りっていう感じですかね。でもさっきのトゥートと比べると、ここの主張はやっぱりあんま強くなくて、機能的にも多分トゥートかなり計算して作られてるんだなっていう感じが、個人的にはすごいします。別に履き心地が悪いとかではないんですけど、トゥートの方がやっぱりかなりなんか安心感はね、ちょっとあったかなっていう気がしますね。腰のゴムが割と太めのやつ好きなんですよ。ここのこういうのが細いのよりは大きくてこういうロゴ書いてあるのとかは結構好きなので、横から見るとこんな感じですね。もうこれ競泳水着みたいな感じしますけど、はい。
はい、こんな感じです。はい、ということで今4枚のアンダーウェアの着用姿見ていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか？ちょっと改めてね、4枚の感想それぞれ話していきたいなと思うんですけど、まず1枚目。ポール・スミスのピンクのトランクスなんですけど、これはね、パッと見でこれ見て、なんかハートだし、バレンタインっぽいし、ピンクだし、いいなと思って、なんか久々にトランクス履いてみようかなって、実はこれを見て思って、履いた感想としては、やっぱりスースーするなっていう、慣れもあると思うし、最近履いてないから、慣れてないっていうのもあるし、あとはちょっと冬だからっていうのもあるのかなって思いました。夏に向けてはむしろこういうのいいのではってちょっと思ったり。ただ、短めの短パン履く人、僕の夏は短パン結構短めの履くタイプなので、多分座った時とかにパンツ自体が見えちゃうんじゃないかっていう、その心配があるなと思って、その点はね、短い短パン履く方は注意かなと思います、夏場。こちら、エンポリオアルマーニのトランクスなんですけど、で、これクマもなんかメガネかけてて可愛いし、あとさっき1枚目をまずピンクでチョイスしてたので、ちょっと落ち着いた感じの色味がいいなと思ってたところで、この黒、買ってみました。で、さっきのと履き心地で比べると、ほとんど似てるっちゃ正直似てるんですけど、こっちの方がよりちょっとタイトめな感じがしました。そして3つ目はこちらのテュートのボクサーパンツなんですけれども、テュートに関しては多分持ってる方、履いてる方、たくさんいると思うんですけど、結構形としてはだいぶセクシー寄りだと思うんですよ。なんですけど、この白とブルーとこのハートが散りばめられてるっていうデザインで、だいぶポップ寄りに仕上げてるって、そのバランスが個人的には気になって買ってみました。これはちょっと機能的にも勝負パンツ的な感じで、今後リアルの日とかはちょっと履いていきたいなと思ってます。そしてラストの4枚目はこちらでした。こちらに関してはやっぱり普段あんまりこういうタイプのパンツ履かないので、ちょっと過激だなっていう印象が先にどうしても来てしまうんですけど、前は結構えぐい形、ここの角度すごいと思うんですけど、後ろはそんなになんかティーバッグ寄りとかじゃなくて、ちゃんとお尻が守られてる感じあるので、もしブリーフタイプとか挑戦したい人にとっては、このぐらいの形状から始めるのもね、いいのかなと思いました。ちなみに今回、個人的に一番気に入ったパンツ、皆さんどれだと思いますか？ 3、2、1。正解は、じゃん。このトゥートのボクサーパンツでした。やっぱり最近ボクサーパンツよく履いてるっていうのと、トゥートは多分見てる方にはもしかしたらパツパツに見えたかもしれないんですけど、履いてるとね、意外となんかそんなに苦しさとかきつさ感じることがなくて、本当に質がいいなって思うんですけど、今回このデザインも含めて、過去に買ったトゥートの中でも割と上位に好きかもしれないです。はい。ということで、なんだかんだでこのチャンネルでも6回目になったアンダーウェアのルックブックをやっていきましたが、いかがでしたでしょうか？皆さんからの感想はコメント欄でお待ちしておりますので、どしどし書き込んでください。あとは、いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップもやっておりますので、そちらも気になる方はぜひチェックお願いいたします。それでは、バイバイ。